大南様、準備の方はよろしいでしょうか。はい。ありがとうございます。それでは、皆様、大南さんも拍手でお迎えいただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。ちょっと待ってください。はい、皆さんこんばんは。徳島県神山町から、グリーンバレーの理事やったり、これから高専の常務理事をやっておる大南って言います。よろしくお願いします。で、私の方の話は、多分、本当に全国どこにでもあるような過疎の町神山町で、なぜ、神山丸ごと高専が、生まれるようになってきたのか、そういうような素地がどういうふうに作られてきたのかっていう話を、したいと思います。で、まずこれ神山町なんだけども、結構面積広いんですよね。山手線の内側の面積の2.75倍。でもその86%が、山林なので、山ばっかりの町です。で、一方で、あの、先ほど川野さんの話と同じように神山も人口を激減してます。過去65年間の国勢調査で4分の1。で、これから2060年までにさらに3分の1まで減るというような推計があります。で、神山の町の状況を見れば、大きな企業もないし、雇用も生む工場もなくて、有名な観光地もないし、それから JR も通ってないし、高速道路からも遠いみたいな、ある意味これ、条件不利地における、あの、地域づくりの実例になるかなと思います。で、こういうような、なんていうかな、何もないような場所で何かを起こそうと思えば、ないもんねだりする人は向いてないわけですよね。じゃあどういう人が必要なのかと言ったら、与えられた条件やその組み合わせによって新しいものとかことを生み出せる人材です。だからいわゆるクリエイティブ人材が必要になってきます。ですから、これまで神山でやってきたことっていうのは、創造性ある多様な人材が集まって、その能力を発揮できるオープンで寛容な場を作っていこうというところに尽きるんかなと思います。で、これは神山における地域活性化の歩みをフェーズごとに分けたものです。だからこれからお話ししますように、スタートは国際交流。で、アートの授業を始めて、新しいライフスタイル、ワークスタイルなんかがそこに生まれて、で、そこに創造性ある人材が集結してきます。で、そうしたベースの上に、2014年からは神山町の地方創生の創生戦略。で、さらに2019年から始まったのが、神山丸ごと高専のプロジェクトというような形になります。で、そもそものスタートっていうのはこの一体の人形です。で、1927年当時、非常に険悪になっておった日米関係を少しでも子供の世代から変えていこうっていうんで、アメリカで1000募金というのが行われて、日本の子供たちに人形を送ろうっていう運動が始まります。で、結果的に12,739のこうした人形が仕立てられて、で、1927年昭和2年の2月に横浜の港について、受け取った文部省がその人形を全国の小学校とか幼稚園なんかに配っていったというのがスタートになります。で、非常に珍しい人形だったので、送られた当時は大歓迎されたんだけども、今度1941年に太平洋戦争が始まると人形が敵国から送られてきた人形っていうんで、キャンペーンの対象になって、ほとんどの人形が壊されてしまいます。今現存しているのは全国で約320です。そのうちの一つのアーリス・ジョンストンという人形が、私の母校である神山町人形小学校に残ってました。で、結果1991年で、だから、HNK と同じぐらいの歴史なわけなんだけども、たまたま1990年に私の長男が小学校に行き始めたので、PTA の会合で夜小学校を訪れると、この人形が飾られてました。いろいろ校長先生に見せてもらっておったら、人形がパスポートを持っておって、そのパスポートに人形の出身地が書かれとったわけですよね。ペンシルバニア州ウィルキンスバーグ。だから当時63年前に送られてきた人形だから、仮に10歳の中を送ってくれたとすれば、73歳だから、まだ生きておられるかもわからんなという思いの中で、この人形誰が送ってくれたのか探し出してやろうというので、ウィルキンスバーグの師匠さん宛てに送り主探しを依頼した手紙を送ります。そうすると半年後ぐらいに見つかりましたっていう連絡が入ったので、じゃあ送り主が見つかったから人形を一度アメリカに里帰りさせようってんで、
住民で30名の訪問団を結成。この人形をアメリカに連れ帰ったっていうのが、そもそもグリーンバレーのスタートです。この時に4名ぐらいの、後にグリーンバレーの中心になる人間が、この同じ成功体験を共有しとったっていうことですよね。で、そうした仲間を中心に、少しずつ身の回りから変え始めたっていうのが原点になっています。で、当初から目指しておったのは、グローバル神山っていうのを目指してました。だから多様な人の知恵が融合する場を作ろう。世界の神山を作ろう。じゃあそうしたときに、徳島県が総合計画の中で、徳島国際文化村を作りますよっていうような話が持ち上がってきます。それだったら、神山としては、住民目線の国際文化村っていうのが欲しいから、これを徳島県なんかに提案をしていくわけですよね。そうした結果、国際文化村づくりっていうのが始まっていきます。で、スタートしたのが、1999年にスタートしたのが神山アーティストインデーです。で、国内外からアーティスト3名を町に呼んで、2ヶ月半滞在しながら作品を残していくみたいなプログラムです。で、そうすることによって結果的にいろんなアート作品が残っていくとともに、今度アーティストの移住が始まるわけですよね。で、そうしたところに2005年の9月です。町内全域に光ファイバー網が整備をされます。だから高速インターネット回線が使えるようになったっていうことですよね。で、そこで今度は総務省のお金をいただいて、イン神山っていうウェブサイトを作ります。で、アートとか神山の移住情報を提供するようなサイトです。で、この時に手伝ってもらったデザイナーのうちの一人がイギリス人のトム・ヴィンセントさんです。で、結果的にこのサイトの神山で暮らすのコーナーから神山に対する I ターン需要の顕在化っていうのが具体的に起こっていきます。で、この神山で暮らすのコーナーに一つの仕組みを入れてありました。で、これがワークインレジデンスっていう仕組みです。だから町には仕事がないから、まずは仕事を持った人を逆指名するような移住策です。例えば、このお家はパン屋さん、このお家はデザイナーさんだけに貸し出しますよということで、受け入れ側がこの職種を特定限定してしまうということですよね。そうすることによって、結果として街のデザインが可能になっていきます。で、そうしたところに、一組のクリエイター夫婦が街にやってきます。この2人はニューヨークから先ほどのイン神山のサイトを見てくれていました。で、建築家の坂東さんはこの後、神山のさまざまなプロジェクトに参画していって、で、結果2016年にベネチア・ビエンナーレの国際建築展の招待作家として選ばれます。で、残念ながら昨年の1月になんか休止してしまいました。で、一方で奥さんの美香さんは、昨年の9月に朝ドラっていうのが終わりましたよね。ランマン。彼のピアノを弾いてるような人です。で、こういうような本当に典型的なクリエイターの夫婦が街にやってきてくれます。で、ここで、このプロジェクト自体が建築家を得たことによって新たなプロジェクトが始まっていきます。クリエイターインレジデンスです。だから、アーティストだけじゃなくて、もう少し幅広いジャンルの人たちにも集まってもらうっていう。で、そういう人たちが、お試し滞在できる場っていうのを作っていったわけですよね。で、これが約半年をかけて、東京芸大の学生なんかの手伝いも得ながら、改修が進んでいきます。で、出来上がったオフィスを、借りてくれたのは、先ほどのイギリス人のトム・ヴィンセントさんです。ブルーベアオフィス神山っていう名前が付けられました。で、実はこの改築工事のプロセスの中で、サテライトオフィスっていうのが生まれていきます。じゃあ何が起こったのか。この坂東さんと一緒に当時ニューヨークで活躍をしておった建築家の須磨さんも2010年の4月に帰国することになりました。で、この2人が手伝ってくれて、設計図ができて模型なんかが出来上がっていきます。で、そこに先ほどのトムさんから一通のメールが来ます。神山にオフィスを置きたい。じゃあ、これで改修を進めるオフィスはトムさんのオフィスにってことで、これがトムさんのブルーベアオフィス神山として改修が進んでいきます。この改修がほぼ完成に近づいた2010年の9月下旬です。もう一方の建築家の須磨さんの慶応時代の同期で、神山に初めてサテライトオフィスを置いた名刺管理の会社、三々の寺田社長が須磨さんから神山の話を聞きます。で、寺田さんは三井物産時代にシリコンバレーの滞在を、経験しておって、で、三々を起業後も、東京で
シリコンバレーのような新しい働き方をしたいなっていうんで、いろいろ模索しとったんですよね。そこに須磨さんが神山の話をします。今、自分が通ってる神山は四国の小さな町なんだけども、アートのプログラムをやってよ。で、町には光ファイバー網が張り巡らされてとって、ネットの速度がめちゃくちゃ速いっていう話が伝わってきます。で、その話を聞いた5日後の、2010年の9月25、26と、須磨さんに泊まられた寺田さんがやってきて、で、それから20日も経たない10月14日には、サンサンの社員3名が、この空き家だった建物で仕事を始めたっていうのが、町におけるサテライトオフィスのスタートです。だから最初からサテライトオフィスを作ってやろうということで入ってないわけですよね。町にやってきた建築家、クリエイター、デザイナー、あるいは IT ベンチャー企業の企業家なんかの思いとかアイディアとかを一緒に実現をしておったら、結果的にサテライトオフィスが生えてきたっていうことだと思う。だから非常に座りのいいものが出来上がってきます。で、結果、この三々の寺田さんから神山に学校を作ろう。これが神山丸ごと高専に育っていくというところになっていきます。で、これが三々がサテライトオフィスを置いた建物です。で、こうした動きが NHK のクローズアップ現代とか、それからニュースウォッチ9で一枚の映像として流れます。こんな働き方ができる場所が日本にもあったということで、神山の名前が知れ渡っていきます。で、このニュースを見たプラットイーズの隅田さんが翌年やってきて、で、築90年の古民家、蔵、土地なんかを購入します。で、20年間も空き家になっとったような家なので、もう使い物にならんだろうなって思っとったんだけども、これが見事にサテライトオフィスとして蘇ってきます。で、神山のサテライトオフィスのアイコンになるような縁側オフィスっていうのが誕生します。で、一方、この縁側オフィスの斜め前には築150年の酒屋さんがあります。これがアップルに勤めていた斉藤一子さんの手によって、エアビーとビストロに変わっていきます。で、この斉藤さんは、このエアビーやるだけではなくて、いろんなことに挑戦します。山の中にサウナを作ったり、あるいは馬なんかも飼い始めるわけですよね。で、この馬って神山に定住しているわけではありません。年の半分だけ神山にやってきていました。だから、斉藤さん曰く、ホースインレジデンスですね、みたいな感じです。で、馬が町で一時代々したって、何も町に関係ないやろって思いがちだけども、そうでもないです。馬好きの人で面白い人たちたくさんいます。で、そういう人たちが神山と接点なかったわけですよね。で、この馬がいたことによって接点ができます。結果、高専の寄付者にこの馬のつながりの人から寄付が寄せられるみたいな感じです。で、一方で神山塾っていう人材育成塾もやってました。これ厚労省所管の授業です。こういう若い人たちが町にやってきて6ヶ月間、訓練を受けて、そういう人が、移住者になったりサテライトとして就職したり、小さな企業を始めていきます。で、だから訓練生のレジデンスなんで、トレーニングレジデンスで呼べるかなと思います。で、こういうような人たちの中からオーダーメイドの靴屋さんが現れたり、お惣菜屋さんを開業する人たちが現れていきます。一方で、オランダのアムステルダムからやってきた一組の夫婦。で、このうちの安倍沙也加さんはアーティストです。で、その旦那さんはアイルランド出身のマヌスさんです。で、マヌスさんは一つの夢がありました。自分のビール工房を持ちたいっていう夢です。で、その夢が母国のアイルランド、ビールの国ですよね。アイルランドでもなくて、で、2人が長らく暮らしたアムステルダムでもなくて、神山で実現をします。で、こんなちっちゃなマイクロブルワリーが誕生します。だから本当に何もなかったような場所が今度はアイルランド人が作ったビールの飲める街に変わっていくわけですよね。で、一方で、この豆千代さんは千葉のいすみからやってきて、コーヒーの焙煎所をオープンさせていきます。でさらに個人だけではなくて、サテライトオフィスを置いた企業がデザインとか、ウェブの会社なんだけども、今度異業種に入っていくわけですよね。だから、キネトスコープさんは注目したのは、神山の杉の間伐材です。こういうような新しいプロダクトを開発していきます。で、先ほどの縁側オフィスの住田さんは、サテライトワーカー用の民間の宿泊施設、ウィーク神山っていうのを作りました。で、さらに、東京の代々木に本社のあるウェブコンサルティングなんかをやっていたモノサスっていう会社は、今度町に2016年にサテライトオフィスを置くと同時に、今度は農業食のビジネスへ入っていきます。で、これがフードハーブプロジェクトです。で、これは町で一番、にぎやかだった商店街、より商店街です。
で、グレーで塗りつぶしてあるのは、まあ、15年ぐらい前までは空き店舗だった場所です。で、ここにワークインレジデンスを活用して、オフィスとかレストランとか商店を、まあ、マッチングさせていくわけですよね。結果、本当に人の流れの途絶えていた商店街に新たな人の流れが生まれたり、小さな経済が循環し始めます。そうすると今度は街の風景を変え始めます。これ、縁側オフィスが建つ前の岡本邸です。半年後に縁側オフィスが建つと、数年後にはこんな光景を生み出すっていうことですよね。本当に人っ子一人いなかったような場所が、人が行き交うことによって、風景を全く変えてしまうというようなところかなと思います。で、こうした動きがさらなるクリエイティブ人材を呼び込んでいくというような構図かなと思います。で、こうした、ベースの上に2015年から始まったのが神山地方創生の、創生戦略ですよね。で、まずこの会議で考えたのは BAU シナリオです。だからこれから神山の人が何も行動しなかったら2045年、60年、街の姿はどういう姿になるかっていうのをみんなで共有します。イメージします。だから、成り行きの未来をみんなが、まずは考えたってことですね。じゃあそうならないためには何が一番必要なのかっていうんで行き着いた結論が、人が移り住んでくる、帰ってくる、そういうことを選択する背景には、地域に何らかの可能性の感じられる状況が不可欠ってことです。だからこれ言葉言い換えれば、これから可能性の感じられないような街には、人は移り住んでこないし、帰っても来ないし、とどまることも選択しないっていうことだと。じゃあ、この可能性の感じられる状況づくりっていうんで、様々なプロジェクトが行われています。で、そのうちの一つが、フードハブプロジェクトです。で、これは、町の小さな農業と小さな消費をもう町の中で結んでしまう。で、食と農業が循環する仕組みを町の中で作り上げようっていうプロジェクトになります。で、これの先兵となるような形で、食堂仲間やとパンを売るカンマパンっていうのが2017年に開業します。で、この店っていうのは、先ほどの IT 企業のモノサスが主体となった農業生産法人が運営しています。で、キャッチコピーは地産地食です。地域で採れたものを地域の人たちが食べて支えて町の農業を持続させていくっていう考え方です。で、このフードハーブプロジェクトが今度また後にスタートする高専のプロジェクトとまた合体をしていくという形になっていきます。で、このフードハーブプロジェクトの中では、シェフインレジデンスっていうのが行われています。だから世界中のシェフがここに、数ヶ月間滞在しながら、なんか新しいレシピを残していくみたいなプログラムも行われています。で、こうしたベースの上に、神山丸ごと高専が、昨年の4月開校したわけです。学生数200名。で、5年生、全寮制です。だから、全国一小さなマイクロ高専になります。で、学ぶのはテクノロジーとデザインと起業家精神を丸ごと学んでしまおう。じゃあ、この高専どういうふうな形で出来上がってきたのかっていうのが、これやっぱり発端寺田さんですよね。もう神山にサテライトオフィスを置いた頃から、もう自分の目標は、まずは三々の株式上場。それが終わったら教育のプロジェクトをやりたいっていう話があります。で、それから静かに5、6年が過ぎます。だから話は立ち消えになったんかなと思っておったら、2016年の1月にメッセンジャーで一通のメッセージが来ます。神山で学校をやりたいんだけどもっていう具体的な話です。じゃあそこで、どのような学校であれば、神山町民とか役場から支持されるだろうかっていうのをずっと検討していきます。だから神山の子どもたちの、進学の選択肢にもなるし、これからなんか面白い学校の形って何だろうかっていうのを検討した結果、もうこれ、高専以外にないなというところで、もう5年間の一貫教育っていうのは非常に魅力を感じました。で、これで高専を進めようというところで、いろんなところに、可能性調査っていうのをやっていって、で、結果、文科省から非常になんか温かい、なんか、メッセージをいただいて、で、いろんな助言もしてくださって、開校にこぎつけました。それとともに、神山町長が、この機を逃せば町の存続はないということで、ここで踏み出してくれたのは非常に大きかったです。だから、面白い話なんだけども、これリスクがあるから、町としてはそういうリスクには乗っていけないっていう話だったら、もうこれ2017年時点で、この神山丸ごと高専の話はなかった話です。で、結果、もうそれを受けて、2018年の8月に、
設立準備委員会。これ、全然専従の人間いません。プロボの12名からスタートをします。で、これがだんだん肉付けされていく。で、結果2019年の6月に構想発表。もうこれで後戻りできんような状態です。で、2021年の10月には文科省への認可申請ですよね。で、新たに学校法人と学校を同時に設立するっていうのは結構長い間こういう例なかったそうです。だからこれ申請書って1500ページぐらい、もうとにかく1ページ1ページ細かくチェックをされて、で、それが結果、開講してもよろしいよっていう話が、今度、2022年の8月31日に認可が下りて、で、それから、学生を募集したみたいな感じです。で、これ当然、私立の学校なので、寄付金によって、介護式っていうのは賄われるわけですよね。で、文科省から求められとったの5割増しぐらいの、結果的に資金が集まりました。で、対応したのは企業版ふるさと納税です。で、クラウドファンディングもやりました。で、5700万集まったんだけども、ここで一番人気だったコースは、1期生って先輩がいないわけですよね。だから皆さん先輩になる権利を、一口3万円で買ってくださいって言うんで、1000人募集したら、これも2日半で全て売り切れみたいな、状況でした。で、この、HANK の皆さんにも、たくさんの方にこの先輩になっていただいて、で、開講のお手伝いをしていただきました。本当にありがとうございました。で、そういうような資金を作って、もともと中学校だった校舎が、寮と食堂に改修されて、で、一方で新たにオフィスっていう、講義棟が、建築をされました。で、これが講義棟の中です。これ土足現金です。で、そうすると今度オールバーズさんから室内履きは、寄付しましょうっていう形で、これが寄せられています。で、さらにこれ寮の寮室ですよね。当然ベッドいります。これについてはエアビーブさんからもうすべて学生分はこういうようなベッド一式が提供されています。でも、この全校生徒集まっても200人ぐらいの学校です。当然学費高くなりますよね。私立の理工系の大学より高くなります。で、神山丸ごと高専が文科省の方に申請を出したときは、学費は年間200万円。それとは別に寮費と食費で100万円かかります。1人300万円ってかなりな額ですよね。で、そうした中で、今度は家庭の経済環境に左右されずに学べる学校を作ろうっていう方向に今度シフトしていきます。で、結果的に新しいスキームを考えます。1社10億円の出資を募って、で、これを10社集めて100億円の基金を作って、で、これを運用することによって、この運用益を学費とか寮費に譲渡していこうっていうスキームです。で、結果的にこれ非常にハードル高かったんだけども、これ11社集まりました。で、各学年の学生4名ずつは、このそれぞれの企業の企業名を冠した小学生になります。だから毎年、ソニー小学生、ソフトバンク小学生、富士通小学生なんかは4人ずつずっと学校の続く限り生み出されていくっていうような形になってます。で、これ、1期生と2期生の出身地ですよね。海外はイギリスからも日本人学校行っとる子が応募してくれたのが合格して今学んでいます。で、これ2期生の入学式です。で、今年は23都道府県から42名の新入生がありました。で、この学校っていうのは水曜日の夜になると、だから明日の晩ですよね。こういうような名だたる起業家の人が2人1組で学校にやってきます。で、学生との、午後3時ぐらいにやってきて、学生とのセッションを2時間ぐらい持って、で、それが終わると一緒に給食を食べて、で、それでも話足りない人は、今度学生、起業家の人を囲んで、なんか車座になって話ができるみたいな、プログラムも、これ毎週、行われています。で、先ほどの創生戦略で生まれた、今度フードハブは、この高専の食事っていうのを担ってくれてます。で、これ高専で、あと3年後には全ての学年揃うわけですよね。で、だから教職員に合わせると250人ぐらいが、週5日食事をするようになります。で、これ250人っていうと、神山の人口の5%ですよね。それに相当する今度は食材の生産が必要になってきます。だから今度は
教育起点のプロジェクトは今度農業を巻き込んで循環の形を作っていくという形になるのかなと思います。で、高専の食事、非常に評判がいいです、学生たち。で、こんな形でオープンキッチンになってるわけですよね。だから、学生と常に調理人の人たちの会話が弾むみたいな感じです。で、やっぱり、神山丸ごと高専、全国から学生が集まってるので、今度、調理人の方から今度は出身地メニューみたいなのを考えてくれるわけですよね。これ第1回目山形。で、多分10日ぐらい前に高知っていうのがあったと思います。で、じゃあ、こういうものに対して今度地域の人たちはどういう反応しようかってことですよね。だから街を歩いとったら、高先生ってよう来てくれたなとかいう声をかけてくれたり、それからもう賑やかな声が聞こえてええわとか、で、さらには、高先生用にトマト植えといたけん勝手に食べてもろてみたいな人も現れてきとるみたいな形で、本当にいろんな町民の人たちに支えられて、で、今、2学年が学んでいるというような形になります。で、これは高専が町の人口に与える影響ですよね。これ2019年度の神山町の転入室の人口です。この年はたまたま転入の方が4人多かった年です。じゃあ、ここに今度、去年からどういうような変化が起こるのかと言ったら、15歳から19歳の人口で40人プラスアルファの柱ができるわけですよね。で、これが5年間続くから、これまでになかったような、異次元な地方創生になっていくんかなと思います。で、世の中のいろんな統計データの中で、一番嘘をつかないのは人口統計です。これは本当に嘘をつきません。予測通りあるいは予測を超えた形でこれが出てきます。で、例えば、令和3年、2年前の5月1日現在、だから4月のこれ月間の人口移動ですよね。だから、高専の影響の全くなかった時です。で、通常、神山は高齢者が多いから、この、自然源が多いわけですよね。毎年、毎月です。マイナス5とかマイナス10ぐらいの自然源が出ます。ところが、去年の4月なんかに言うと、逆に、これ47人の人口層です。で、結果、神山町役場に尋ねると、人口が1%増加して、で、高齢化率が0.3ポイント下がったそうです。で、これが5年間続くから、これから結構大きな変化が、持ち込まれるんじゃないかなっていうふうに考えています。で、じゃあ、こういうような神山のいろんな偶発を生んだ要因って何かなって言ったら、この〇〇インレジデンスっていうのを結構対応してますよね。最初から言うと、アーティストに始まってワーククリエイター、サテライト室もそうです。からトレーニーシェフを、馬のレジデンス、で、スタートアップインレジデンスなんかもあります。で、このレジデンスっていうのは、定住するわけではないわけですよね。ある土地に一定期間滞在して創作とか仕事を行うことです。で、行政なんかはとかく定住人口を増やそうという意識で動きます。だからこの一時滞在の人口って結構軽視しがちです。でも神山で変化を起こしてきたのは、こういうような一定期間滞在する人。で、月単位で滞在する人の比率は、よその町に比べて、格段に多いです。で、こういう人たちは外からやってくるから、風の人って呼ばれています。こういうような風の人ともともと住んでおる、土の人の掛け合わせの中でいろんなことが起こってきてるわけですよね。だからその時のこの風の受け止め方です。だから風だから、ほとんどの人は地域を吹き抜けるだけっていうふうに捉えがちです。でも違いますよね。風は何かを運んできて何かを運び出してきます。ここに大きな機能があります。だから神山で起こったのは、多彩なレジデンスから多様な人材が集まって、で、これが関係人口を作ってるわけですよね。で、ここからいろんな偶発が生まれるっていうことです。で、とかく、行政なんかがやりがちなのは、この関係人口から入ってしまうわけですよね。だからその手前のものが一番大事なのに、いきなり関係人口づくりっていう話になるから、関係人口のスパイラルに入ってしまいます。だからもう、どこの場所でやっても、ありきたりなプロジェクトしか生まれないっていうのは結構、多いんかなと思います。で、じゃあ、話を人形に戻します。この人形の送り主探しを始めたときに、もし送り主が見つかったら、一個質問しようと思っています。あなたはなぜ神山に、神山っていうか、どういうような思いで人形を日本に送られたのですかっていう質問です。で、ところが、人形を送ったとされるアリスさんは、1960年代の半ばに他界されてました。だから人形を持ち帰ったときはもうアリスさんおられんわけですよね。でも、もし生きておられたとしても、あんまり大きな
返事って返ってこなかったと思います。私が人形を送ることで、仮に日本の子供とアメリカの子供が一人ずつでも仲良くなれたらぐらいの小さな思いだったんだと思います。で、その小さな思いで送った人形が、ウィルキンスバーグを立って、で、翌年の2月に横浜に着いて、で、文部省が全国の、小学校とか、幼稚園なんかに無作為で送るわけですよね。だからアリスさんは自分の送った人形がどこに届いたかっていうのは分からんわけですよね。で、そのアリスさんの送った人形が、先ほどのように一つの、原因となって、で、1万1000キロ離れたアリスさんの知らない神山に届いて、その97年後に、これ、光線を生み出す一つのきっかけとなったとすれば、小さな思いで行動することが非常に重要なんだなっていうのが伝わってきます。で、とかく自分たちは、私もそうです。こんなことやっとっても何もならんのになと思うことたくさんあります。でももしかしたら皆さんのそういうような小さな思いが、結果的に小さなさざ波になって大きな腕になって、世界を変えたり、それから社会を変える要因になるんじゃないかなっていうようなところで、いつも私はもうこの人形の送り主のアリスさんのことを思いながら、いろんなプロジェクトを進めているっていうようなことになります。少し2分ぐらい時間をオーバーしましたけども、私のプレゼンを終わりたいと思います。どうもありがとうございました。